海軍の通信学校で訓練と称して蜂の巣ってのがあるんですよ。はい、蜂の巣って言うと自分の入れるところね、そこへ入るんですよ。ブラーンって言って、体で、ブラーンって言って、脱直、それも抜直なんですよ。通信学校の時は人が多くて、いろんな抜直がありましたね。もちろん殴られることもありましたけど、一番多いのはやっぱり追力訓練ですね。ハモクの、それ一斉にやる訓練がやっぱり月に何回もありましたね。まず、海軍では釣り毒ってのはものすごく重要な意味を持つ。これにも出てるように、場合には釣り毒そのものが防御になるわけですね。弾の。いずれにしても、海軍は船ですから、釣り毒になるんですよね。一人一人自分の釣り毒を持ってますので、ハモクですね。ハモクを持ってますので、それが、収めるところが上の方にあるんですよ。それは、釣り毒係が、その上に2人いて、担当決まってますから、交代で。で、そいつが、下を下ろす。で、自分の、番号の、釣り毒を見つけて早く。そして持ってきて、フックに引っ掛けて、こっちのフックに引っ掛けて、ほどきますね。ほどいてちゃんとしてガーッと紐が巻いてる紐ありますので、それを切ってやって枕元に入れて、そして低くなる。それの訓練がしょっちゅうあるんですよ。始めっていうのが始まって、30秒で終わるんだっていうようなこと言われてね、そんな訓練。そして終わると今度は、釣り毒を収めっていうような、それは何かっていうと、両方に貼ったりと、まず長い紐を取ってきて、縛りますね。縛ったら外して、服から外して、ちゃんと縛って、そして釣り毒へあげるっていう。この訓練もしょっちゅうやって。そう、殴られたと。そうですね、一番訓練って嫌なのは、腕立て伏せかな。あれは長かったから、あれは辛かったですね。片足上げなんて、やられたしね。で、夏なんか、その教官が、班長ですね。バケツに抜いて頭にかけていくし。辛かったですね、あれは。実は、海軍の通信学校に入って、募集が来るんですよ。通信兵として何に乗るかって。そうすると、一番手が上がるのは、飛行機なんですよ。飛行機もですね、パイロットは、今おっしゃった爆撃機やなんか、独自の通信兵を乗っけるんですよ。当時、大和なんかも飛行機持ってました。艦載機を持って。で、なぜその戦艦が艦載機を持つかっていうと、大和なんか大砲を撃っても、どこに着弾したか分からないですよ。陸上と違って。そこで探査機が飛んでいって、その目標の上で着弾位置を船に知らせるんですよ。そのために着弾位置をこう6つか10人ぐらいに分けて、場合には向こうからも飛んできますので、それと戦闘しながら足で撃つんですよね。トンツ、あるいはツルトトンっていうやつを足で撃つ訓練もしたことあるんですよ。それは機銃とかカメラを持ってるわけですよね。そういう船に積んでる飛行機っていうのは。戦闘機はね、当然戦争とともに行くわけですけど、船積んでるのはそうじゃありませんので、
そうすると、機銃やカメラを持っていて手が空いてないから、足で撃つ練習をするんです。で、先ほど言ったこう、12区画ぐらいに分けて、そこに簡単な符号を配置して、あそこへ落ちたってなると、ツーッと飛んであるとか、こっち落ちた時はトンツーであるとかっていうふうに撃つ。そういう訓練も受けたことがありますね。あとは、船の場合はね、もう通常に通信をしますので。飛行機に行きたいっていうのが一番。2番目はやっぱ水水艦多かったですね。それでその次が駆逐艦あたりですね。なぜかというとね、小さい方がいいんですよ。動量が少ない方が。たった一人の場合は怒られることないでしょう。10人もいてね、一番下っ端だったらいつまでたっても心配ですもの。ところが空母行ってみたらですね、いっぱいいるじゃないの。通信兵が。暗号兵、当然暗号兵がいますから、ね、同じ通信艦の。それで、確か知らんの場合は、全員で通信やってる人たちが40名ぐらいいたんじゃないでしょうかね。もちろん暗号兵と実際に通信やるのとは違ってましたけど。それは当然、通信ですから、目となり、ね、耳となりっていうことがまず最初。二つ目は、どこに配属されても、とにかくこういうことをやるよ。船っていうのはみんな海軍ですから、船っていうのは前提で、私が説明することは、陸もあったですね。陸っていうのは南洋の陸ですね。海軍基地がいっぱいそっちこっちにありましたので、航空隊もみんな通信のあれを持ってましたんで、隊とつけば必ずそこに10年以上の通信兵がいましたので、なぜかというと、2つの意味を持ってるわけですね。もう攻撃受ければ、それを情報を出さなきゃならないことと、それからパイロットが持ってくる情報ですね。それを暗号に直して大本営に送るとか、そういうために南方の海軍基地に所属の通信兵の募集もありましたね。なるべくそういうとこ行きたいと思ったんですよ、私は。船にダメだったら。船にダメだったら行きたいと。ところが、案に相違して、東京の通信隊だったんですね。これがまた厳しいんですよ。なぜかというと、東京通信隊ってのは、海軍省の中にある通信隊なんです。ですから、大本営からの指示は、そこから電波で飛ぶわけですね。人がいっぱいいたんですね。だから、殴られることが多かったです。人がいっぱいで必ずやられるね。もう意味がない。全く意味がないんですよ。まず、可視化は流れません。可視化はだから。で、一番威張ってるのは、古参の水平庁ですね。水平庁。これが一番威張って、これですね、中にいるんですよ。我々お茶っ引きって言うんだけど、つまり、昇進ができなくて、昇進できなくてもですね、ここに魚のマークが多くつくんですよ。あるいは三角が多く。一等兵の、でもね、普通は一等兵には三角がつかない。ところが、いっぱいで年配のがいるんですよ。意地悪なのが。でそいつらが夜、なるとね、
召集かけるわけですね。で、殴ると。殴って消すもんだろうね。いや、じゃないってことですよ。棒で。おっしゃると。書いてある。書いてあるんですよ。ちゃんと棒に。精神知恵入部、あるいは亡くなった山本五十六号とかね、書いてあるんですよ。つまり、その人の精神を注入するっていうかね。そういうのがありましたね。お尻。一番お尻は、影響が少ないから、それ以外のところだと骨やなんかね、影響を与えるから、お尻でしたね。自由感あたりもあれでしょうね。ただ、陛下によって、陛下っていうのは、それぞれのね、機関士であるとか、法事士であるとか、陛下と呼ぶんですけど、それによって構成員が違いますね。5人のところもあるし、30人。多ければ多いほど、やっぱり上下関係が言われるやつが多いから。船に乗っても。だから、みんな行きたいのは潜水艦であるとかね、駆逐艦の小さいやつだと。それ少ない。特に通信費なんていくらもいないわけだから。ですから、そういうところ行けば、殴られることが少ない。ということですね。だから、知らぬようにもいっぱいいましたからね。ただ良かったことはね、知らぬ場合は、そんな暇がなかった。殴ってる暇なんかない。なぜかちょっと、偽装当時は、陸の兵舎から船に通うわけですね。それはもう、しかも一旦船に、偽装のために乗ったらどこ行ったらか分かんないですから、もう、明かりもついてないし、真っ暗なところで。ですから、殴られることはなかったですね。帽子があればってあげないといけない。で、偉い人たちは、鉄砲玉の来ないところで作戦でね、